こにはとある一家が住んでいました。自分の娘でしょ。何がそうさせちゃったんだろうなっていうのは思うね。これなのじゃん。俺今そっち回します。回してる。僕ずっとマッシュパス。いや、ここはもう俺怖い。彼女がねしてしまったこと、ガラガラ走ってここにたどり着いたここへの目的。怖い怖い怖い、マジで言うと怖い怖い怖い、マジで言うと。ちょっと待って、これマジこれちょっと待って、あそこ行けないよ。噂話だけではなさそうなっていうのは強く感じましたね。ゾゾの時間がやってまいりました。本日は我々新潟県に来ております。見えますか、後ろの雄大な日本海。いやすごいね。こんな近くで海見るの久しぶりかも。初めて見たかもしれないです、日本海。もう間もなく日が暮れて辺りが真っ暗になるんですが、本日は新潟県にある2カ所の心霊スポットを回りたいと思うんですけれども、その心霊スポットが一人の少女につながる場所になりまして、そのとある少女を追いながら我々本日2カ所の心霊スポットを歩いていきたいと思います。通称ホワイトハウス。ここにはとある一家が住んでいました。娘の精神病治療のため東京から引っ越してきたという一家。しかし娘の病気は悪化の一途をたどり、とうとう一家は娘を2階に隔離することになりました。そして精神状態が悪化した娘は家にあった父親の猟銃で家族全員をし逃亡。その後廃墟となったこの家では例の目撃情報が多く報告され、有名な心霊スポットになったそうです。ちなみにここで目撃される例はされた家族の例ではなく、精神病を患いとなった娘の例と言われております。娘を隔離した時に設置した鉄格子が今も痛々しく残っているとのことです。外観が白いからホワイトハウスってことか。いやこれはなんか普通のなんか大きい建物とかっていうよりかは普通のもう民家のサイズじゃないですか。それなのにこんなに立派になんかしっかり残ってるけど、中はもうズタボロだね。なんかシャッターがあったって感じですね。本当だ。普通の家あんまりシャッターないですけどね、入り口。天井も抜けてんな。もうこれ多分そっか階段があった感じですね。ここが階段だったのか。階段が破壊されちゃってるんだよ。じゃあもう2階行けないのか。そういうことか。でこの廃屋の必要な荒らされっぷりっていうのがちょっと怖くて。だって見てよ、これさ、落書きすごく。何あれ。なんかもう落書きの上に落書きの上に落書きみたいな。これでもさ、すごい上に書いてあるやつはどういうこと？多分昔は階段があったってこと？まだあった頃じゃないですかね。じゃあこう荒らされた後に階段が落ちたってこと？落ちたのか落とされたのか。普通でも鉄骨で作ってるんだったら階段もしっかりした作りで作ってるはずなんで。そんな素人が壊せんの？いやなかなか壊すことはできないですけどね。見えますよ、ここからも。はい、鉄格子見えますね、窓枠の。本当だ、鉄格子だ。こんなん家に作る？もしかしたらその2階に娘さんを隔離してたって話じゃないですか。だからその2階の状態がどういう状態だったのか当時っていうことを考えたら、取り壊しはしなかったけど2階は見るなよっていう感じで階段だけ解体業者が。そうか。今言ったら本丸は2階ってことだよね。だって普通防犯とかだったら1階に鉄格子あってもおかしくないですけど、2階にもちろん作ったとしても1階にもあって2階にもあるだったらいいですけどね。でも1階の今こう見てる窓というか壁には、あったような形跡が、鉄格子はない。見えないですね。このもう広さですか？もう一部屋あるような感じですけどね。奥もあるみたいですね。何このなんか鉄格子みたいなのがそれこそあるけど。ガレージにしては低すぎるかなって。なんだろう。天井？でもここまたシャッターがありますね。車庫？でも車入れるにしてもちょっとギリギリですよね。上大きい車は入らない感じですよね。これ鉄板なんだね。どうなんですか？いやでも民家にしては鉄板とか鉄格子とかシャッターとかかなり厳重すぎるほど厳重かなと思いますね。
うわ一体何から守ろうとしてたのか。本当に鉄格子だってあんなちっちゃい窓にも鉄格子あるよ。だからもう必要になんか、守ってるというかこんなつけるっていうぐらい。でも自分の娘でしょ。いや自分の子供がそうなったとしてやるか、そこまで。だから相当病気が重かったっていう。だってあれつけるってことはさ、脱出じゃないけど出るのを防ぐってことでしょ。外側からつけてますからね。外に逃げないようにしてるってことだよね。まあ、変な話、例えば火事があったりとか何かあった時にもやっぱ2階から逃げるとか、それすらもさせないというかできないようにしてるっていうのは普通の家だったらまあほぼありえないし、まあどんな建物でもここまでつけるのって何って思いますよね。フラッシュあれ焚いてるんでしたっけ？あ、焚いてないけどこれがね明るいから。ああ、ちょっと俺も出ますね。え？なんすか？怖っ。何なんすか？違くて2階を今アップにしたのよ。アップにして撮ったらなんかすごいカシャカシャカシャじゃなくてカシャカシャカシャっつってなんかめっちゃブレた。その写真見れます？見れるし、なんか変な光が入ってるけど俺らのじゃん。俺今そっち回します。回してる？僕ずっと回しパス。どうですか？これ普通に見えますけど。いやなんかこういうの違う、これなんかこう線みたいなので他は大丈夫。なんか表示できない画像ですってのが1枚出てきた。連写の1枚ですか？そのカッシャカッシャの。多分。いやなんか変なんだよね。カシャ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 っていう連写じゃなくてカッシャカッシャカッシャみたいな、これぐらいのスピード感でなんかシャッターがすっごいゆっくり降りて最後の1枚は表示されない。表示できない画像ですわ。ちょっと怖いですね。最後の1枚が表示できませんね。表示できない画像って何ってなるんですけどね。ということでお送りしましたホワイトハウス。早速落合さんには元気よくゾゾゾポイントをつけていただければと思うんですけれども、ホワイトハウスゾゾゾポイントは4ゾゾゾゾですね。ちょっと鉄格子が本当に2階にあったのを見た時は本当にゾッとしたね。子供がねおかしくなったとして2階に閉じ込めて鉄格子までつけるっていう、なんかその行動も想像するとすげえ怖いっていうか、2階に行く階段だけ綺麗に壊されてるのもなんか何があったんだろうこの人たちっていうのがちょっと闇が深い感じがしてちょっと怖かったな。言ってしまったら結構山奥というか、何から守ってたのか出さないようにしてたのかとか深い何かを感じますね。ということで本日1軒目ホワイトハウスやってまいりましたが、次行くスポットがですね、ここで一家をした少女が最後にたどり着いた場所になります。ホワイトハウスで家族をした少女が命を絶ったと言われているのが通称ブラックハウス。一家をした後、少女はホワイトハウスを後にし周囲をさまよい最後にこのブラックハウスにたどり着いたと言われております。少女は建物内に入り部屋の奥へ進むと天井から大きなフックがぶら下がっていたそうで、ふと我に返った少女は家族をした罪の重さに耐えかね、そのフックを使って自ら命を絶ったと言われています。そしてブラックハウスの近くには電波塔と呼ばれる電波塔があるらしくですね、その電波塔から放たれている電波がこの場所に志願者を引き寄せていると言われています。そしてブラックハウスへ導かれた志願者たちは廃墟内にあるフックで命を絶つのだとか。そのためこのブラックハウスには少女の霊と無数の者の霊も目撃されています。なんかいわゆる普通の廃屋をイメージしてたけどこれ違うね。なんか家じゃないね。なんだコンクリートの塊みたいなのが、うわ結構でかいぞこれマジで。何これ。例の電波塔の管理施設とかそういったものになるのかな。そうかもね。そうですね。なんかそういう施設の建物だよね。階段登ります。これはすごい。いや、わからない。こんな山奥にこんなでかい建物があるなんて多分誰も想像できないと思う。しかもこれ外から全く見えなかったでしょ。見えないですね。全く気づかないよこれ。奥行ってみますか。入れそう。なんかそこには入り口らしきものが、入り口というか多分なんだ倉庫。いや、もう倉庫っていうかなんだ。すげえ。
でかいっすね本当に。でかい。いやこれ気づかないと思うよ。結構過酷なほら道を登ってきてるから、そもそもここにたどり着くっていうのが明確な意思を持ってるか偶然見つけるとかじゃない限りはたどり着かないと思うよ。それが電波塔だった可能性も。ああそうだね。ちょっと手かけていいですか？これ映るかな？ここの上に多分文字があった形跡がありますね。本当だ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 。なんか糸片なのか多分糸片っぽく見えるねそれ。ピコみたいな感じですかね。ちょっと崩れ落ちてる。あれでもここの住所って弥彦村とか弥彦町みたいな。弥彦だここは多分。あそうですね。なんとかなんとかだ。だ多分なんかこの地名を使ったなんかの施設であって、多分ここがじゃあメインの入り口だね。落書きが1966年こっちには1972年って書いてある。でその間真ん中それ1900 69年。なんか西暦と日付の落書きを見ると学校を思い出すなって。ああなるほど。卒業生とかが彫ったりするじゃん机に。ここにもなんか中2小2小3みたいな。ああ学校か。例えばここトイレの位置もすごい低いです。子供用ぐらいの。ああもうそうだね。この石の感じ学校とかでよく見る。ここもそうですね。多分ここ手洗い場ですよね。この雰囲気はもう小学校。いや学校だって思い出したらもう学校にしか見えないな。ホワイトハウスに対になるようにブラックハウスという風に呼ばれてるっていうことがやっぱりその女の子が関連してる話ってことですよね。そういうことがあったで女の子が最後の場所として選んだ来てしまったのがここだった。ちょっと切ないな。帰ってきたみたいな。女の子自身も通いたかったけど通えなかったから事件が起きて家を飛び出してたどり着いたのが学校。偶然ここに来たんじゃなくて、目的を持ってここに来たっていうことだよね。少女は建物内に入り天井から大きなフックがぶら下がっていたそうで、そのフックを使って自ら命を絶ったと言われています。結局そのフックは見つかってない。そこ出口っすね。入ってきたところ。ここ行ってないです。そこだけ見てないっすね。おおちょっと待って、なんかすごい。これ何？結んであるよね。これ真上。ここかも。なんかさ、へし折れてる。これここにフックがあってここに乗っかってそういうことかっていう可能性はめちゃめちゃ大いにある。いや、この紐ね、何が怖いってサビがついてるんですよ。錆びてるとこあるでしょ。ある。フックに結びつけてあったんじゃないですか。ちょっと待って。何？いや落とした。俺も聞こえたの。今錆びてるとこあるでしょ。ある。フックに結びつけてあったんじゃないですか。ちょっと誰かいるかもしれないんで一応確認だけしてみます。言ってない。ねするよね。いやするんだよ。なんか女の人の声が。いやマジな話聞こえる気がするんだよ。そっちから誰もいないよねマジで。ちょっと誰かいるとか。どっちですか？右ですか？地図確認した時にそれらしきものがあったのが多く上の方っす。おい
おい。聞こえた、確か聞こえたよね。ちょっと待って、ちょっと静かに。うわ、怖い、もう全然怖い、もう全然ちょっと待って、これマジ。いや、マジ。行きますか。いや、もういい、マジか。失礼します。よいしょ。でもなんかさっきまで人が入ってたような私はもうちょっと先。待って、あった。何？あれだ、噂の電波塔。いや、っていうかあっちから声したんだよね。そうっすね。方向って建物的には明らかにこっち側から女の人の声はした。本当にした、はいこれははい。女の人の声はしたから、多分こっち側に人がいたんだと思うね。これちょっと待って、あそこ行けないよ。行くんすか？こんなんなってますよ。もう撮ります。はい。なんか青い光が映ったけどちょっとそうでしょ。ちょっと切り上げましょう。これはもう本当切り上げよ本当に。しかもあれから今してないでしょ。してない。ちょっと、もしかしてって思うとちょっと怖いなこれ。終わりにしましょう。ちょっと一個いいですか？こあ、全然ない。れ多分椅子っすね。学校の椅子っぽいっすね。本当だ。ということで、今回一人の少女の怖い話をたどりながら谷県の心霊スポットをやってまいりました。その少女の事件に関しては、もし本当だとしたらすごく悲しい事件だし、なんかこう誰も救われないような事件をこう目の当たりにした感じがして、なんか何がそうさせちゃったんだろうなっていうのは思うね。まあその彼女がね、お家を飛び出すためにしてしまったこと、ガラガラ走ってここにたどり着いたここへの目的、まあそのような一連の流れがね、噂話だけではなさそうなっていうのは強く感じましたね。ということで、落合さんには元気よくゾゾゾポイントをつけていただければと思うんですけれども、ブラックハウスゾゾゾポイントはゾゾゾゾゾですね。いや、ここはもう俺怖い。いや正直ね、建物自体ははっきり言って何にもないから、そこに恐怖っていうものはあんまりなかったけど、最後の部屋とそこから始まった奇妙な声、全員が聞いた。ちょっともうやばすぎて。たけるくんも聞こえた。聞こえましたね。多分カメラ入ってるんじゃない？いやめちゃくちゃはっきり聞こえる。だから多分現場で確認できて全員で聞こえたって初めてじゃないですか。あれは声だよ。いや、声でしたね。ということで、ホワイトハウス、ブラックハウスとやってまいりました。ちょっとね、空気が張り詰めているので、安全第一で早々に撤退しますか。そうだね。本当に足元には気をつけて、で今日は本当にみんなで夕ご飯を一緒に食べよう。新潟といえば美味しいお米、美味しいお酒。はい。でも俺は牛丼でもいいよ。何でもいいよ。何でもいいから、ちょっとみんなと一緒に今日は本当に過ごしたいと思ってます。絶対。落合さんが休日の撮影はやめてくれということで、本日土平日堂々の会社帰りにそのままゾゾゾのお時間となっております。今日どこに行くかは秘密、目的地は着いてからのお楽しみということで、この存在感すごいな。本当気をつけてマジで。じゃあ行ってきます。めっちゃ落とした。未だに僕忘れられない。見たら人の手あったんですよ。一応じゃあ先に言っとくけど、明日は平日だからね。